アプリについて進んでる。あ、嘘。動かないんだ。あ、早い。なんでな、キャンセルしよう。テンプレートの数もおすすめ。どうも、あさきです。本日の動画ではですね、こちら、アンチグラビティ A1 とアバター360を編集するときのアプリについて、それぞれどういった違いがあるのかだったりとかをご紹介していきたいと思います。多分、映像を撮ってもどうやって編集するのかってあんまりイメージ湧いてない方結構いるかなと思うので、こちらの動画が参考になれば嬉しいです。ではですね、早速それぞれのアプリについてご紹介していきます。まずですね、アプリこちらにまとめたんですが、どちらの機体もモバイルとデスクトップの両方のアプリがあります。A1 の場合は、モバイル版はアンチグラビティという名前のアプリ。パソコンのデスクトップ版はアンチグラビティスタジオというアプリがあります。一方で、アバター360は、モバイル版はおなじみ DJI フライですね。とか、ライトルームとかで編集することができます。パソコン版は DJI スタジオというアプリがあるので、そちらで編集することができるようになってます。ざっくりチャット GPT に2機のスマホアプリとデスクトップアプリの違いを聞いてみたところ、アンチグラビティ A1 の場合は、スマホアプリがメイン。つまり AI での編集とか SNS 共有で完結させるところがメインで、デスクトップアプリは仕上げの部分に使われるといったところと、アバター360の場合は、スマホアプリがどちらかというと補助的な感じのアプリで、デスクトップアプリがメインで高度な編集をしたりとか、グレーティングしたりとか、っていったような、それぞれの使い方の違いがあるといったところでした。それぞれスマホで手軽に編集して SNS で共有したいのか、パソコンで本格的にプロ仕様で仕上げたいのかっていう目的によって結構どっちがいいのかっていうのが分かれそうだなという風に感じました。では早速ですね、スマホアプリから比較していこうと思います。スマホアプリに関してそれぞれの違いちょっと調べてみたのでご紹介していこうかなと思います。A1 のモバイルアプリは360度映像をスマホ内で処理するアルゴリズムが非常に軽量で外出先でもサクサク編集ができるといったところになります。これ後でちょっとやってみようと思います。で、特に AI による自動カット編集が強力で、スマホの画面をなぞるだけでカメラワークが決定できる直感操作に特化しているというところだったり、AI による自動編集ができることに加えて、テンプレートも豊富に用意されていますというところで、クリエイティブな編集知識がなくても、まるでプロが撮影編集したような映像を作ることができると。で、テンプレートが豊富で初心者でも使いやすいといったところで、基本的にスマホ完結型での使い方になってます。なので、こちらのターゲットとしては、旅行先で撮った映像をもうそのままその日のうちに SNS にアップしたい人だったりとか、インフルエンサーとか、といったところがターゲットになっております。一方で、アバター360ですね。これもワンタップ編集で AI による自動カット編集を行うことができます。かつ DJI の機体特性を熟知したアルゴリズム。DJI 今までもドローンいっぱい出してて、他の機体でも自動で映像を作ったりできるんですけど、そこの独自のアルゴリズムで映像のつなぎが非常にスムーズなカット割りをしてくれるといったところや、撮影時のビットレートやカラープロファイルを損なわないように設計されているので、スマホ編集でもプロ並みの色味を再現することができるといったところですね。ただ、結構いいデータ残すので、ちょっと処理が重いのかなっていうところは懸念点になります。で、ターゲットとしては、スマホアプリで作った動画メインというよりは、スマホでは素早くプレビューを見て確認したい人、で、その後パソコンでしっかり編集したい人っていったところ向けなのかなと思います。ではちょっと実際にアプリ開いて処理時間どれぐらいかかるかとか、それぞれ比較していきたいなと思います。今回の動画は Osmo Pocket 3で撮ってるので、これね、手元にプロポがあると。手元にスマホがあると。今までスマホで撮影してたんで、スマホ画面とかを録画したいときは、この外からの映像が撮れなかったんですけど、ちょっとね、それができるようになって嬉しいです。ではですね、
まず、アンチグラビティ A1 ですね。撮影したデータをスマホに取り込んで、ちょっと編集してみたいと思います。こちらがアンチグラビティのアプリ開いて、このハサミマークのところで、まず自動編集をします。で、ドローン内部ストレージをして、素材クイック転送。ドローンの電源入れて、接続。3押し。お、接続されました。で、3分のやつを選択済み。ほう。お、解析してます。ほぼ完了？待って、まだ 0.2% だけど。あ、最適化がほぼ完了なのね。待ちましょう。これは、機体の電源だけ入れたらデータが転送されるので、ゴーグルとかプロポとか電源入れる必要がなくて、こういう系ってなんか大抵全部電源入れなきゃデータ転送できないのかなと思っていたので、手軽ですごくいいなと思います。お、99%。きたー。100%。おー。こんな感じで自動で動画が作られるのと、あとこの辺は、これまた、一からなの。なるほどね。今のは自動で作られたのと、で、これがフィルター的な感じですね。ちなみに別のこと例えばやって、で、開くと、進んでる。いいっすね。動画編集中はアプリを切らないでくださいみたいなやつたまにあると思うんですけど、このアプリは閉じてても処理が裏で動いてるのはすごくいいなと思います。めっちゃテンプレートあります。おー、いいっすね。パイロット主観映像再現。前方方向をロック。なるほど。ワンタップで結構楽々設定することができます。例えば、今、1対1。縦動画。嘘。読み込みの時は別のアプリに移動するとダメみたいです。なるほど。ちなみに、この辺テンプレートを使用。次へのクリップを処理しています。どういうこと？そういうことなるほど。で、複数クリップをこう当て込んでいくってことか。っていう、このベースのテンプレートの中に撮影した映像をこう何クリップか当て込むというような形みたいです。あとはバーチャルコックピットが後から追加できるだったりとか。あれ？これか。で、こんな感じで4個のクリップを選択するのが最適ですと。1、2、3、4。こんな感じで4つ選んでみました。一気に来た。で、次へ。頑張れー。早いぞ。早いのか？来たー。これは動かないんだ。3つ目だけちょっとね、これはなんで？っていうかそういうこと？私がこれ選んだやつが、写真だわ。1個動画じゃなくて写真を入れちゃったので、もう1回4パターンとも動画にして作ってみたいと思います。1、2、3、4。5。なるほど。このパターンごとに読み込む動画の数ですね。が決まって、マックスで決まっているようです。これだと1つとかですね。で、小学生ズームで1、2、3、4。いけた。16対9。次へ。早いぞ。こっからがまたかかるんですかね。早い。
まあ、やっぱり元の場所が微妙なんで、やっぱね、いまいちパシッと決まらないんですけど、動画はいい感じに簡単に編集して繋げてくれてます。保存完了しました。はい、こんな感じになります。あとは手動編集ですね。これ作成を開始して動画を選択すると手動で編集することもできるようになってます。で、これ選択ですね。選択済み。お、結構いろいろありますね。タップして動画クリップを分割する。を選んで、なるほど。選んで、例えばここにキーフレームですね。置いて、キーフレームを、そういうことか。なるほどね。もう動かしてキーフレームを更新ってすると、ここで、真下になるよ。とかですね。で、ここにキーフレームを置いて、これをキーフレーム更新、ここにすると、ここで下向いて、こんな感じで編集することができます。かなり直感的で、こんな感じ。で、ここで更新。こんな感じですね。パソコンよりスマホの方がいいかもな。なんかいいかもなって感じしてきました。で、これもちょっと書き出し時間ですね。DJI フライと比較したいので、ここで切って10秒。で、ちょっと時間かかるの嫌なんで、10秒1、2、3フレーム打って、保存して、このエクスポート時間ですね。もう比較したいと思います。保存できました。こんな感じになります。DJI フライでも同じようにやってみたいと思います。DJI フライですね。これも機体にバッテリーを入れて、機体だけでいけるといいな。で、機体の電源入れてみます。ほい。で、ワンタップ編集。違うのかな。そもそも接続されてないのかな。また360。つながりました。アルバム、クイック転送モード。入れました。イエース。ゴーグルとモバイルデバイスのを切断してください。で、3分ぐらいの動画があるので、これですね。で、比較していこうと思います。で、ワンタップ編集。で、これかな？これを次へ。よし。これでね、どれぐらいかかるか。結構早いのでは？ダウンロード。で、現在の画面を表示したままにしてください。これはどっちの機体も動画取り込み中はアプリを起動させたままにするといったところになります。そらそうか。ガーン。こう。なんでなの？マジ？なんでキャンセルしよう。ちなみに、これ今、Google とプロポの電源も入れてるんですけど、ちょっと切ってもう問題ないかやってみようと思います。DJI はこの Google がハブなので、もしかしたら、Google の電源切ると繋がらないかもしれません。作成。いけるかな？次へ。早っ！読み込みめちゃくちゃ早いっす。で、読み込みめっちゃ早かったですね。で、できるのが、編集、音楽つけたりとか、フィルターつけたりとか、エフェクト、テキスト、ステッカーと。で、ちょっと編集のところで、これも、さっきと同様、多分、パノラマか。パノラマって押すと、ピン置かれて、例えばここで、真上向くよとか。すると、
編集、パノラマ、ここで、こう。OK。あれ？キーフレーム。そういうこと？こういって、OK。なるほどね。で、この幅が、もうこっからこうぐーっと行きたいのか、ここからここまでかなにこの効果をつけたいみたいな。なるほど。で、ここにプラスして、ここからこいつは、横だけ縦もできると思うんですよね。だけど、なんかないな。超広角アステロイド。スマホアプリでは編集って感じではないのかな。じゃあ、さっき10秒の動画を作って書き出す時間見たので、じゃあこっちも同じくですね。10秒の動画でフレームを3キーフレーム打ってみたので、同じようにやってみます。これ今、1個だけ。ここに2、ここにも3。で、これを、エクスポート。はい。時間ちょっと見てみます。いけた。完了してる。というのと、自動で作りたい。ワンタップ編集。6個のクリップか。1個じゃダメ？いけそう。いけた！いいかも。で、テンプレートの数もおすすめ。結構ありますね。エクスポートしよう。なるほどです。1ファイルでも結構ね、そこそこいい感じの動画を作ってくれるなという印象です。書き出し時間も秒数短いっていうのもあるんですけど、早いですね。3分ぐらいだと、いけました。込み中。スマホは、どっちにしても、まあまあ処理が重い。重いです。まあ、360度だからしょうがないかなっていう感じ。で、あとはやっぱ手動編集が全然違って、手動編集は A1 の方が直感的で、縦の回転もできたので、いいかなと思ったのと、ただ、自動編集は DJI の方が結構個人的な好みとしては好きかなという感じでした。ではですね、お次はデスクトップアプリの方、比較していきたいと思います。ただ、今日はちょっと疲れたので、また明日やっていきたいと思います。お次はデスクトップ版アプリの比較をしてみたいと思います。で、デスクトップ版アプリがそれぞれ、こちらアンチグラビティで、こちらが DJI のものになります。まずはアンチグラビティの方から見ていきたいと思います。ではまずですね、こちら。で、データの取り込みはだいぶシンプルで、ファイルを開くって押すと、ファイル選択できるので、そこからファイルを取り込んでいきます。これもね、3分のデータの取り込み時間から処理時間ですね。見ていきたいと思います。と言ってる間に、今、データ取り込み、完了しました。結構早かったですね、取り込むまで。で、アンチグラビティのデスクトップ版は、スマホ版よりもより細かな設定を行うことができます。
機能的にはこの右のタブですね。手ブレ補正の種類とか、スティッチングの最適化、どういう設定にするか、色味とかマスカッシュとかの情報が右にまとめられています。で、画像の処理ですが、かなりシンプルに、例えば、この場所でキーフレームを打って、このタイミングで映像をどういう回転させたいかっていうのを、例えば90度、横に90度、縦に45度みたいな。こんな感じ。で、こうすると、キーフレームの位置で、さっき指定した横90度、縦45度になるといったような動きをかなり簡単に設定することができます。あとは、こういう球体にする。例えばここで球体にするんだったら、ここまで行って、で、ここからこう球体に入る処理ですね。が自動で設定されるというように、かなり直感的に映像を動かすことができます。あとはもちろんキーフレームって、で、こう自分で手で動かすと、ここの何度っていうのもですね、決めることができるので、これで角度を指定することもできます。あとは、これかな。プリセットの視点の向きですね。カメラの方向をワンタッチで選択できるので、これも操作簡単で面白いなと思います。わざわざここね、数字入力しなくても言ってくれます。という感じに画面操作かなり簡単にできるようになってます。これはやっぱり約10年にわたってですね、培われてきたインスタ360の360度技術ですね。といったところが詰め込まれているので、そういった面では信頼できるところなのかなと思います。じゃあ DJI と比較したいので、出力に時間がかかるので30秒にして、こんな感じ。これで書き出しどれぐらいかかるかやってみます。書き出しを開始。ほい。お、エクスポート完了しました。もう一個、アンチグラビティスタジオの大きな特徴として、ここですね。メディアとプロジェクトというのの選択をすることができて、さっきはメディアで1ファイル読み込んで編集して出力したんですけど、このプロジェクトですね。というのを作ると、なんと1ファイルだけじゃなくて、複数ファイル読み込んで、まとめて一つの動画を作るということもできるようになっております。例えば、インポートで2ファイルですね。開くとすると、こんな感じで2ファイル読み込んで、こうですね。こんな感じで2つのファイルを読み込んで、1つの動画を作ることもできるようになっております。これ DJI もなんですけど、スマホのアプリと、アンチグラビティのデスクトップアプリと、機体ですね。のデータ。っていうので、データの単位作成からプロ品質の書き出しまで。っていった全てのこのデータの処理、取ってから処理を書き出すところまでっていうのをそのメーカーのシステムでできるっていうエコシステムを構築しているといったところも大きな特徴となります。お次はこちらですね。DJI スタジオ見ていきたいと思います。で、開いて一発目で思ったのが、この機器接続ですね。これ USB ケーブルでアバタ360をつなぐと、そこからデータを取り込むこともできるようになっております。これも便利ですね。では早速、プロジェクトを作っていこうと思います。で、このプロジェクト作成ですね。で、ここからファイルを選択することができます。これも2ファイル取り込めるみたいですね。なので、アンチグラビティスタジオ同様、こんな感じで2つファイルを入れて、で、それぞれで編集してつなげて出力するということもできるようになっております。今回は3分の動画ですね。なんですけど、これ取り込むのめちゃくちゃ一瞬でしたね。ファイルサイズが、これインスタの3分で 3.88 ギガ。これがアバタ360の3分で、4.92 ギガと。サイズは、どっちもだいたい3分なんですけど、DJI の方が結構重くなってます。で、さっきと同じく長さを30秒にして、同じ条件にして書き出しの時間ですね。見ていきたいと思います。10秒のところで、間90度をチルト45度にしましたね。で、これか。はい。で、最後のところに、こう。はい。これでさっきのアンチグラビティと同じ条件になったので、書き出し時間見ていきたいと思います。はい。エクスポート終わりました。でですね、こっちアンチグラビティで、こっち DJI なんですけど、パッと見で、この音楽とかテキスト入れたりとかトランジションっていうのはどっちもこんな感じであるんですけど、プラスで DJI の方がフィルターとかですね、カメラワークとかっていった機能は充実しているといったところになります。
あとは外部ソフトとのプラグインですね。どちらも Adobe Premiere Pro のプラグインは対応しているようです。はい。というわけで、アンチグラビティ A1 と DJI Avatar 360の編集アプリサクッと比較してみました。触ってみた印象なんですが、アンチグラビティ A1 はスマホでの手動編集がかなり自由度高い感じでできたので、現場で撮ってサクッと自分で手動編集して SNS にアップしたいという方にはすごくおすすめなのかなと思いました。なので、編集にあんま時間をかけたくないけど、クオリティが高くて映える映像を作りたい人ですね。は、アンチグラビティ A1 のアプリがおすすめかなという印象でした。あとは、バーチャルコックピットと組み合わせるとかっていう映像の使い方とかもあったので、撮れた映像をいかに面白く加工したいかとかっていったところに興味のある人にもおすすめなのかなと思いました。一方で、DJI Avatar 360ですが、こちらはアプリの方も自動編集でかなりセンスが良くてかっこいい映像を簡単に作ることができるので、撮影した映像をもうアプリで自動編集してすぐ出力して SNS にアップしたいという方。ただ、手動編集がちょっとね、わかりづらかったので、これはもう自動で作る方メインなのかなというイメージでした。と、あとは、編集ソフトもいろんなフィルターとかカメラワークとかトランジションとかかなりしっかりしていたので、スマホでサクッとというよりも、パソコンでじっくりこだわりのある作品を作りたいという方だったり、プロ仕様の映像を撮りたいという方にはおすすめなのかなと思いました。はい。ということで、今回2つの製品のソフト比較してみたのですが、こちらね、お役に立てれば嬉しいです。あとですね、もう1点。5月の21日から27日までの間ですね、アンチグラビティ A1 のお出かけセールが開催されて、この期間中ですね、機体が 20% オフになるという情報がありますので、こちらも概要欄にリンクを載せておくので、気になる方はチェックしてみてください。それでは、今日の動画はこの辺で、バイバイ。